今回のピックアップ、国内 FX 取引、レバレッジ最大25倍。高卒式だから分かりやすい FP 丸×クイズ2級金融資産運用、全部で10問。第1問。一般 NISA 勘定や積立 NISA 勘定を通じて購入した公募株式投資信託等に譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は特定口座や一般口座で生じた上場株式等にかかる譲渡益の金額と損益の通算をすることができる。一般 NISA 勘定や積立 NISA 勘定を通じて購入した公募株式投資信託等に譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は特定口座や一般口座で生じた上場株式等にかかる譲渡益の金額と損益の通算をすることができる。それでは正解です。正解は×。NISA 口座で生じた損失、一般 NISA や積立 NISA は特定口座や一般口座で保有する上場株式の譲渡益の金額と損益を通算することはできません。また、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。なお、一般 NISA においてはロールオーバーは可能です。ロールオーバーとは、非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用して各 NISA 勘定で保有を続けることです。第2問。ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組み入れ比率で加重平均した値となる。ポートフォリオの期待収益率は、組み入れた各資産の期待収益率を組み入れ比率で加重平均した値となる。それでは正解です。正解は丸。設問の通りです。例えば、A 資産の期待収益率が 2%、B 資産の期待収益率が 3% の場合、A 資産を 60%、B 資産を 40% の割合で組み入れたポートフォリオの期待収益率は 2.4% イコール 2% かける 0.6 プラス 3% かける 0.4 になります。第3問。国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受け渡し日は国内株式と異なり、売買の約定日から2営業日目である。国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受け渡し日は国内株式と異なり、売買の約定日から2営業日目である。それでは正解です。正解は×。国内の証券取引所に上場している外国株式を国内委託取引により売買した場合の受け渡し日は売買の約定日から4営業日目になります。例えば、2021年3月4日に約定した場合は4営業日目の3月9日が受け渡し日になります。受け渡し日を考える際のポイントは、約定日を1営業日目とすること、土日祝日は営業日の計算に含めないことの2点です。第4問。ETF は支払われる分配金が自動で再投資されるため、投資の複利効果を得ることができる。ETF は支払われる分配金が自動で再投資されるため、投資の複利効果を得ることができる。それでは正解です。正解は×。通常の株式とは違い、ETF の分配金は自動的に再投資はされません。第5問。個人・居住者が国内金融機関等で外貨建て金融商品の取引に関して外国為替証拠金取引では
証拠金にあらかじめ決められた倍率をかけた金額まで売買することができるが、倍率の上限は各取扱業者が決めており、法令による上限の定めはない。個人・居住者が国内金融機関等で外貨建て金融商品の取引に関して、外国為替証拠金取引では証拠金にあらかじめ決められた倍率をかけた金額まで売買することができるが、倍率の上限は各取扱業者が決めており、法令による上限の定めはない。それでは正解です。正解は×。いわゆる FX 取引の説明ですが、倍率は法令で25倍と定められています。なお、外国為替証拠金取引のことを通称 FX と呼んでいます。第6問。預金の一般的な商品性を問う問題です。貯蓄預金はクレジットカード利用代金などの自動振替口座や給与や年金などの自動受取口座として利用することができない。預金の一般的な商品性を問う問題です。貯蓄預金はクレジットカード利用代金などの自動振替口座や給与や年金などの自動受取口座として利用することができない。それでは正解です。正解は○。貯蓄預金は預金残高が基準残高を上回っている場合に普通預金よりも高い利率が適用される預金です。クレジットカード利用代金などの自動振替口座や給与や年金などの自動受取口座として利用することはできません。第7問。金融機関で取り扱う預金商品の一般的な商品性の問題です。オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組み預金には金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品がある。金融機関で取り扱う預金商品の一般的な商品性の問題です。オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組み預金には金融機関の判断によって満期日が繰り上がる商品がある。それでは正解です。正解は○。仕組み預金とはオプション取引などのデリバティブを組み込んだものです。高金利である反面、金融機関が満期日を繰り上げたり元本割れのリスクがあったりします。第8問。株式市場の各種指数のうち JPX 日経インデックス400は東京証券取引所市場第1部に上場している銘柄のうち時価総額、売買代金、ROE 等をもとに選定された400銘柄を対象として算出した指数である。株式市場の各種指数のうち JPX 日経インデックス400は東京証券取引所市場第1部に上場している銘柄のうち時価総額、売買代金、ROE 等をもとに選定された400銘柄を対象として算出した指数である。それでは正解です。正解は×。JPX 日経インデックス400は東京証券取引所の普通株式の中から ROE や営業利益等の指標等により選定された400銘柄を対象として算出されます。東京証券取引所の市場第1部に限定されているわけではありません。第9問。日銀短観は統計法に基づいて行われる調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、政府の財政政策の適切な運営に資することを目的としている。日銀短観は統計法に基づいて行われる調査であり、全国の企業動向を的確に把握し、政府の財政政策の適切な運営に資することを目的としている。
それでは正解です。正解は×。日銀短観とは、統計法に基づいて日本銀行により行われる統計調査のことです。企業動向を的確に把握し、中央銀行による金融政策の適切な運営に資することを目的としています。第10問。金融商品取引法では、有価証券のデリバティブ取引のほか、通貨、金利、スワップ取引も適用の対象とされている。金融商品取引法では、有価証券のデリバティブ取引のほか、通貨、金利、スワップ取引も適用の対象とされている。それでは正解です。正解は○。金融商品取引法では、株式や債券、投資信託などのメジャーな金融商品だけでなく、デリバティブ取引や通貨、金利スワップ取引などの複雑な取引も規制の対象としています。今回のピックアップ。国内 FX 取引。レバレッジ最大25倍。お疲れ様でした。引き続き一緒に頑張りましょう。免責事項。本動画の解説が各種法令、規則、規定などに即して、または学術理論的検定試験的に誤りがあったとしても、それが原因で生じた損害については保証いたしかねます。また、実務での作業や各種試験での回答は、ご自身での判断のもと自己責任でのご対応をお願いいたします。本チャンネルに登場する個人名団体名は実在する個人団体とは一切関係ありません。フィクションです。